トレーナーがたまには外食するかと誘ってくれたもののきっと自分の勘違いで外食とかそういうのだと思ったら本当に外食でそれでも牛丼屋とかだろうと思ったら一流の店でブチギレる成田トップロード。たまには外食するか。今トレーナーさん外食って言いました？そんなバカな。きっと私の聞き間違いのはず。きっと外食に類似した言葉の何か。トップロード？トレーナーさん、何があったかはわかりませんがあまり気を落とさないでくださいね。だって今トレーナーさん言いましたよね、外食って。何事にも動じない精神力を有する中央のトレーナーさんがショックを受けるなんてよっぽどのことがあったに違いありません。トップロード？でもいいんですよ。私の前では遠慮なく全てをさらけ出してください。待ってくれ、トップロードは勘違いをしている。俺は外食に行くかって言ったんだ。外食？そうだ。それはあれですか？野外に自生している山菜とかを取って食べる的な意味ですか？違うよ。世間で害獣と呼ばれている獣を圧倒的なトレーナーパワーで倒し食する外周一食と外食をかけたギャグとかですか？違うよ。じゃあ何なんですか？そこでトップロードが起こるのは違うだろ。外食は外食だよ。自炊突意になる外食ね。なんですって？悪い冗談はやめてください。トレーナーさんが積極的に外食だなんて。もちろん理由はある。何ですか？宝くじでも当たったんですか？まあ似たようなものかな。そうなんですか？実はこないだスペトレステトレフェストレのバクチ系トレーナーズに誘われて協定に行ってみたんだ。そしたらビギナーズラックなのかな、見事に的中しちゃってね。3000円も増えちゃったんだよ。へえ、すごいですね。でもトレーナーさん、ギャンブルは感心できませんよ。だからお遊びだって、俺はあいつらみたいなガチ勢じゃないんだから100円単位でちびちびやってただけさ。あいつらみたいに満単位でかけて吸って頭を抱える姿を見てたら怖くて怖くて。ああ。おっと、話がそれちゃったね。そんなわけで資金は潤沢だから心配しなくていいよ。なるほど、納得しました。もう行く店は決めてるんだ。どうせ牛丼屋さんでしょう？わかってますよ。それなんだけど。いいですよ。3000円の価値なんですから必然的にそうなりますよね。私だって最初からそのつもりでいれば別に怒ることもありませんから安心してください。それで今日はすき家ですか？松屋ですか？牛丼チェーンなら牛丼チェーンでいいですがたまには中尾とか行きたいですね。いいよね中尾。中尾の和風牛丼好き、食べに行こうかな。お前何年前の話してるの？もう和風牛丼やってないぞ。うせやろわら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 。ホームページ見てきたらマジだった。2014年に牛丼撤退してたのか。全然知らなかった。10年以上知らないってことはそれだけ中海行ってないってことだろ？だったら困ることはないんじゃない？確かに。トップロード、人の話は最後まで聞こうな。というと？今日行く店は牛丼屋じゃない。本当に？本当さ。わかりましたよ。ファミリーレストランですね。まあ口で語るより実際に行ってみた方が早いな。はあ。大丈夫、誰もが納得できる一流のレストランだよ。筋トレさんのお店じゃないですか。一流の店だろ？嘘はついてない。ただの同僚の人中見舞いじゃないですか。お揃いのエプロンが俺を狂わせるんだ。あのコメントお前だったのかよ。どうだ？トップロードも俺と一緒に狂わないか？その一言だけ切り取ったらすごいヤバい人ですよトレーナーさん。でも見てみなよトップロード、お揃いのエプロンを身にまとい仲睦まじく働く一流のコンビを。まあよくお似合いだとは思いますけど、二重の意味で。でもトレーナーさん、定食屋キングって定食屋なのにコーヒーやスイーツといったカフェメニューが美味しいって有名なお店ですよね。そうだね。でも定食屋を名乗るだけあって定食メニューもめちゃくちゃうまいんだ。お店の外観も内装もすごいおしゃれなのに定食屋っていうギャップにも驚かされますよ。今チンって言いましたよ。今厨房からチンって音が。まあ落ち着くんだトップロード。でも、一流のレストランでチンって。いや、トップロードが不安になる気持ちもわかる。あれだろ？喫茶店でマスターがじっくり煮込んだカレーを頼んだら業務用カレーをレンチンしてる姿を見てしまったとかそういう感じの不安じゃないか？まあそうですね。しかし電子レンジは立派な調理器具なんだ。
ただでさえ少ない人数で運営している店なんだ。時短できるところは時短する必要があるのはトップロードにもわかるよな。はあ。確かにマスターがじっくり煮込んだカレーを頼んで業務用カレーを出されるのはさすがにげんなりするだろう。でも野菜の加熱だとかそういうワンポイントで使う分には問題ないとは思わないか？それは、確かに。それにレンジの音と決めつけるのは早計というものさ。でもあの音は、ちょっと二人がじゃれ合ってたら触っちゃった SE かもしれないだろ。そんなわけないでしょう。あの二人を何だと思ってるんですか？子宮恋愛じゃねえんだぞ。本格レストランでも下処理に電子レンジは使うのだ。ちなみにお店用に電子レンジの音を鳴らないように改造することを鎮を取ることから虚勢という、最近は鳴らないように設定できる機種もあります。ともかく飯を食いに来たんだから飯を食おう。それもそうですね。せっかくだし肉を食べたらどうだ？うまいぞ。いいんですか？もちろんだよ。定食やキングと言ったらやはり肉料理だからな。じゃあ、この鶏肉のもちょもちょっていうのは？いいところに目をつけたなトップロード。そりゃあもうあれよ、鶏肉のもちょもちょよ。全然わかりませんよ。わかりやすく言えば唐揚げだよ。なんでもちょもちょなんですか？醤油に漬け込んで下味をつけた鶏肉に衣用の粉をつけたらちょっともちょもちょするだろ？なんとなくわかるような。ちなみに衣用の白い粉はドリームジャーニーから仕入れた最高級品だそうでな。2種類の粉を配合することでその唐揚げの味は食べたものを極楽へ導くことに昇華されたらしい。それ大丈夫なんですよね？まあどのメニューもうまいからもちょもちょにこだわることはないさ。トレーナーさんはどれにするか決まってるんですか？そうだな。俺は贅沢3種のステーキのセットメニューにしようかな。わ、それ美味しそうですね。決めました。私もそれにします。お待たせしたわね。贅沢3種のステーキよ。待ってました。うわぁ、食欲をそそる香りがたまりません。まずソルト&ペッパーチキンステーキ。チキンステーキ美味しいですよね。となると次はポークかな？そしてビーフで贅沢3種揃い踏み。続いて照り焼きチキンステーキ。あれ？そしてガーリック醤油チキンステーキ。以上よ。ありがとうキングヘイロー。食後のタイミングでコーヒーとケーキを持ってくるわ。それじゃあごゆっくり。いやー、実にうまそうだ。トップロード、料理は出来たてが一番だ。早速いただこうじゃないか。トップロード、どうした？全部鶏肉じゃないですか。チキンステーキもアスリート用に胸肉使ってるけど水分抜けないよう下処理きちんとして丁寧に焼いててしっとり柔らかな食感で美味しいんだろうな。脂肪分が低く高タンパク質な鶏肉はアスリートにとって神の食べ物だからな。さすがは筋トレだ、よくわかっている。贅沢3種のステーキですよ。最初がチキンだったらポークビーフを予想しますよ。トップロード、勝手な決めつけは負けにつながると何度も教えただろう？それともトップロードは食べずに帰るか？食べます。トットレ、してくれてたんだな。筋トレ、今日も繁盛してるな。ありがたいことだがキングと二人でも手が回らなくてな。今日はあんな感じで春うららが手伝ってくれてるからいいが。人参ハンバーグだよー。あれー？こっちじゃないの？ごめんねー。ウェイターがうららさんじゃ文句言いにくいじゃないですか。可愛くて文句言えないやつ。ずるくない？お前らの人間性の底が見えたな。そもそも普通のやつは文句なんて言わない。違いますよの一言だけでいいだろうがよ。あの子にも悪いしな。ライツ博士に自立型サティの開発を頼もうかと思ってるくらいさ。それもいいかもしれないな。筋トレさんに物申します。こうじゃないか。これ結局全部チキンステーキですから3種じゃなくて3味じゃないですか？こんなの筋トレさんじゃないです。チキントレさんじゃないですか。はっはっは、成田トップロードはうまいことを言うな。でも味はどうだ？気に入らなかったか？どれも美味しかったです。そいつは良かった。じゃあ食後のコーヒーとケーキ持ってくるからちょっと待っててくれな。おう。そうなんですよね。味はすごく美味しかったです。ならそれでいいじゃないか。しかも値段だってめちゃくちゃ良心的だし。いくらなんですか？500円だよ。安すぎませんか？独自のコネを活用して材料は安く入手しているらしい。
だとしても限度ってものがありますよ。すごいよな。牛丼とさほど変わらない値段であれだけのクオリティだからな。そう考えるとそうですね。まだ勝ち分が残ってるからまた来ようと思ってるけどトップロードは微妙な感じっぽいし一人で来ようかな。そこは誘ってくださいよ。そういえば公式でトプロがご飯食べてる描写あったっけ？ KFC かな。あとはバレンタインくらいしか記憶ない。馬娘氏。トプロが美味しく食事してる姿はみんなを幸せにしてくれる。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。